19世紀後半のロシア帝国。貴族たちの華やかな生活の中には、深い葛藤と情熱が隠されている。この物語は、愛と裏切り、希望と絶望の物語である。モスクワの冬の朝、ステパン・オブロンスキー、通称スティバは、自身の家族と向き合っていた。彼の不倫が明るみに出て、家庭内は混乱に陥っていた。ドリーは涙ぐみながら夫のスティバを見つめ、家の中は重い雰囲気に包まれている。スティバ、もう何も信じられないわ。どうしてこんなことをしたの？ドリー、君には申し訳ないことをした。僕は本当に愚かだった。許してくれ。自分でもわからない。家庭の混乱を収めるために、スティバはサンクトペテルブルクから妹のアンナ・カレーニナを呼ぶことを決めた。スティバは妹のアンナを迎えに駅へ向かった。アンナ、会えて嬉しいよ。私もよ、スティバ。そこでスティバは、偶然にも軍の騎兵将校のブロンスキーと出会う。スティバは二人に、ああ、紹介しよう。こちらはアレクセイ・ブロンスキー、軍の騎兵将校だ。こちらは私の妹、アンナ・カレニーナ。はじめまして、カレニナ夫人。はじめまして、ブロンスキー将校。アンナとブロンスキーの視線が交差し、二人の間に一瞬の静寂が生まれる。家に戻ったアンナは、ドリーと心を通わせる。アンナはサンクトペテルブルクから来たばかりであり、彼女の存在が家族にとって安らぎとなることを願っている。ドリー、スティバはまだあなたを愛しているわ。彼の過ちを許してあげて。彼は本当に後悔しているの。アンナ、あなたの言葉を信じたいわ。でも、どうやって？家族は大切なもの。あなたたちには素晴らしい子供たちがいる。それを思い出して。同じ頃、スティバの幼馴染であるコンスタンチン・レビン、通称コスチャが、モスクワに到着し、ドリーの妹のキティへのプロポーズを決意していた。コスチャは情熱的で不安定な性格の貴族であり、モスクワの友人たちとは異なり、広大な田舎の農場で暮らすことを選んでいる。キティにプロポーズする日がついに来た。彼女が僕の気持ちに応えてくれることを願っている。キティは、デビュタントとしての初めてのシーズンを迎え、ブロンスキーとのダンスを期待していた。彼女は18歳の若さで、社交界での成功を期待されていた。母親は彼女を誇らしげに見つめている。今夜の舞踏会でブロンスキーが何か言ってくれるはずよ。彼は魅力的だもの。きっと素晴らしい夜になるわ。彼がいい相手だわ。お父さんはコスチャを好んでいるけれど、ブロンスキーの方がふさわしい。キティの家の庭で、コスチャが緊張した表情でキティに向かってプロポーズするが、彼女はブロンスキーへの思いから断る。キティ、結婚してくれ。ごめんなさい、コスチャ。私は他の人を愛しているの。舞踏会でキティはブロンスキーと踊ることを期待するが、彼はアンナの魅力に惹かれて、アンナと踊り始める。キティの心は砕かれ、彼女は深い失望に沈む。ブロンスキーの気持ちに気づいたキティは深く傷つく。彼女は自分の期待が裏切られたことにショックを受ける。キティは内心で、ブロンスキーがアンナと？ブロンスキーは私をからかっていただけだったのね。どうしてこんなことに？舞踏会の後、ブロンスキーはアンナに対する強い感情を抑えきれず、彼女を追い続ける決意を固める。アンナ、君は僕の運命だ。何があっても君を手に入れる。アンナは感情の動揺からサンクトペテルブルクに戻るが、ブロンスキーも同じ列車に乗っていた。彼はアンナに対する強い思いを抱いていた。アンナ、あなたを愛している。お願い、やめて。
私には家族がいるの。あなたの気持ちは受け入れられない。アンナはブロンスキーへの感情に揺れ動きながらも、家族との生活を続けようとする。しかし、彼女の心は次第にブロンスキーへの愛情で満たされていく。キティに拒絶されたコスチャは、結婚の希望を捨てて農場へ戻る。彼は孤独と失望を抱えていた。すべて終わった。農場だけが僕の慰めだ。ブロンスキーの拒絶からキティの健康は悪化していた。シチェルバツキー家は医師に相談し、専門家からキティを海外の療養所に連れて行くよう助言される。医師は、キティの母親に、キティさんは精神的なストレスが原因で健康を害しています。海外の療養所での療養が必要です。わかりました。すぐに手配します。ドリーはキティと話し、彼女がブロンスキーとコスチャのことで苦しんでいることを理解する。キティ、あなたが苦しんでいるのはわかるわ。ブロンスキーとコスチャのことで悩んでいるのね。ドリー、私はブロンスキーに屈辱を受け、コスチャを無駄に傷つけてしまった。スティバは農場で土地を売るついでにコスチャの農場を訪ねる。コスチャ、久しぶりだな。土地の売買で近くに来たから立ち寄ったんだ。農業改革に取り組んでいるって聞いたが、うまくいってるのか？スティバ、来てくれて嬉しいよ。理想と現実の狭間で悩んでいるよ。でも、この土地を良くしたいという思いは変わらない。それは素晴らしい。ところで、結婚について何か考えがあるか？キティへの思いは変わらない。彼女が僕の未来だと思っている。サンクトペテルブルクでは、アンナがファッショナブルな社交界の一員であるエリザベタ公爵夫人のベッツと時間を過ごすようになる。ベッツは、ブロンスキーのいとこである。アンナ、あなたがこの社交界に加わってくれて本当に嬉しいわ。ありがとう、ベッツィ。あなたのおかげで楽しい時間を過ごせているわ。でも、心の中では何かが引っかかっているの。ブロンスキーに対する感情が複雑で、自分でもどうしていいかわからないの。でも、ここにいるとみんなが仮面をかぶっているように感じる。社交界はそういうものよ。表面的には美しく見えても、その裏には虚偽と駆け引きがある。でも、その中で自分を見失わないことが大事なの。ブロンスキーはアンナを追い続ける。彼女は最初は拒絶しようとするが、やがて彼の熱意に屈し、関係を始める。二人は密会を重ね、アンナの心はますます彼に引き寄せられていく。アンナ、あなたのことを一日中考えている。あなたなしでは生きられない。一方、カレーニンは妻に対してブロンスキーに公の場で注意を払うことの不適切さを指摘し、噂の原因となっていることを懸念する。アンナ、ブロンスキーに公の場で近づきすぎるのはやめてくれ。噂が広まっている。我々の名誉に関わる問題だ。わかりました。でも私はただ友人として彼と話しているだけです。ブロンスキーは熱心な乗馬家であり、障害レースに参加する。しかし、彼は無謀にも馬を酷使し、激しい転倒が起こる。アンナは事故の際に感情を隠せずに取り乱す。カレーニンもレースに参加しており、アンナの行動を不適切だと指摘する。この時に、アンナはブロンスキーの子供を妊娠していて、すでにブロンスキーに伝えていた。アンナは感情の極限に達し、夫に浮気を告白する。私はブロンスキーと関係を持ってしまった。彼の子供を妊娠しているの。なんてことだ。アンナ、噂を避けるために関係を終わらせてくれ。キティと母親は彼女の健康回復を願い、ドイツの療養所へと向かいました。療養所での時間を通じて、キティはいろいろな人々と交流し、成長し、新たな視点を得ました。
心身ともにすっかり回復したキティは、現実に戻り、モスクワへ帰り、再び家族の元へ戻りました。コスチャは農場で働きながら、貴族階級やロシア社会全体の偽善について考えた。彼らは農民の生活を理解せず、表面的な農業改革が実際の変化をもたらさないことを痛感し、どうすればこれらの偽りを取り除けるかを模索していた。コスチャは、ヨーロッパの農業改革がロシアではうまくいかないと信じるようになる。ロシアの農民の独特の文化と性格がその理由だと考える。コスチャはキティを忘れることを決意し、農民の女性との結婚を考えるようになる。しかし、モスクワの街中で偶然キティを見かけたことで、彼がまだ彼女を愛していることに気づく。キティ。まだ君を愛しているなんて。忘れることなんてできない。一方、サンクトペテルブルクでは、カレーニンがアンナと別れることを拒否し、彼らの関係を続けると主張する。彼はアンナがブロンスキーとの関係を続けるならば、息子のセリョージャを奪うと脅迫する。アンナ、私たちの関係は続ける。もしブロンスキーとの関係を続けるなら、セリョージャを奪う。私たちの家族の名誉を守るためにはこうするしかない。カレーニン、あなたは私を本当に理解していないわ。アンナとブロンスキーの関係が続く中、カレーニンは弁護士に相談し、離婚を考える。しかし、当時のロシアでは、不倫の無実の側だけが離婚を請求でき、相手が不倫を自白するか現場で発見される必要があった。トルストイはこの古い習慣を強く批判しており、特に法的に複雑で事実上不可能な離婚手続きを糾弾しています。世界中で非難の対象となっています。カレーニンは弁護士に、アンナの浮気を証明するために、これらの手紙があるのだが。申し訳ありませんが、これだけでは不十分です。もっと確実な証拠が必要です。アンナがブロンスキーとの関係を持ち、妊娠した娘アニーの難産後、死の淵にあると聞いたカレーニンは、アンナを許す決心をする。私を許してくれて。ありがとう。さらに、カレーニンはアンナの病床でブロンスキーを許す。ブロンスキーはその寛大さに恥じ入る。カレーニンの寛大さに心打たれたブロンスキーは、絶望の中で銃を手に取り、自分の胸に向けて発砲する。しかし、弾丸がずれたため、自殺は未遂に終わる。アンナが回復するにつれ、彼女はカレーニンと一緒に暮らすことができないと感じる。彼女はブロンスキーがタシュケントへの軍務に出発しようとしていると聞き、絶望する。私はもうここにはいられない。ブロンスキーが行ってしまう前に彼に会わなければ。アンナとブロンスキーは再会し、彼らはイタリアへの逃避行を決意する。アンナは離婚の申し出を残してロシアを去る。ブロンスキー、あなたと一緒に行くわ。アンナ、もう二度と離れない。一方、スティバはコスチャとキティの仲を取り持つ。彼は二人の再会を手配し、彼らは和解して婚約する。スティバは二人に、コスチャ、キティ、君たちが幸せになることを願っているよ。コスチャとキティは結婚し、新しい生活を彼の農場で始める。幸せな夫婦であるが、コスチャは独身時代のように生産的でないことに悩む。コスチャ、無理しないで。私たちには時間があるわ。結婚生活が改善し始めた頃、コスチャは兄ニコライが肺病で命の危機に瀕していることを知る。キティは手際よく薬を用意し、コスチャと共にニコライを看病する。コスチャは内心でキティへの感謝の気持ちをますます強くしていた。コスチャ、私、妊娠しているの。本当か、それは素晴らしい知らせだ。キティが妊娠していることを知り、コスチャの愛情はさらに深まる。
一方、イタリアでアンナとブロンスキーは友人を見つけるのに苦労していた。アンナはブロンスキーと二人きりでいることに喜びを感じていたが、彼は窮屈さを感じ始める。ブロンスキーは退屈しのぎとして絵画に打ち込んでいるが、自分の芸術には才能と情熱が欠けていることに気づかない。また、ロシアからの亡命芸術家を支援しようとするが、その努力も実を結ばない。アンナとブロンスキーはイタリアでの生活に飽き、ロシアに戻ることを決意する。アンナ、ロシアに戻ろう。ここにはもう何もない。そうね。私たちの居場所を見つけなければ。サンクトペテルブルクに戻ったアンナとブロンスキーは、一流のホテルに宿泊するが、別々のスイートを取る。ブロンスキーは自由に行動できるが、アンナは不貧困が原因で社交界から締め出されている。アンナは息子セリョージャの9歳の誕生日に無断で訪れるが、カレー人に見つかる。アンナ、ここに来るべきではなかった。私は母親よ。息子に会いたかっただけ。アンナは社会的な地位を取り戻そうと、サンクトペテルブルクの劇場で行われる公演に出席するが、元友人たちに露骨に無視され、言葉で侮辱される。彼女が公然とブロンスキーと関係を持っていることがスキャンダルとなり、社交界から締め出されたのだ。アンナ、ここには来るべきじゃなかった。なぜ私が避けられるのか、理由を知りたいの。サンクトペテルブルクで居場所を見つけられなかったアンナとブロンスキーは、ブロンスキーの農場に向かう。ブロンスキー、ここで新しい生活を始めましょう。ああ、アンナ。ここなら平穏な日々を過ごせるかもしれない。夏の間、ドリー、彼女の子供たち、そしてシチェルバツキー公爵夫人がコスチャとキティの家を訪れる。コスチャは、彼の家に滞在している友人ベスロフスキーが、妊娠中のキティに露骨にフラートするのを目撃し、強い嫉妬心に駆られる。コスチャは、嫉妬を克服しようと努力し、ベスロフスキーとスティバと一緒に狩りに出かけ、一時的に気を紛らわせている。しかし、最終的にコスチャは嫉妬に屈し、ベスロフスキーに家を去るよう求める。ベスロフスキー、もうここにはいられない。出て行ってくれ。それが一番だ。何があったんだ、コスチャ？ドリーはアンナを訪ね、コスチャとキティのシンプルな生活とブロンスキーの贅沢な生活の対比に驚く。アンナ、この屋敷は本当に豪華ね。ブロンスキーがすべてを手配してくれたの。私たちはとても幸せよ。しかし、アンナとブロンスキーの間には不和が生じている。ドリーはアンナの不安な様子に気づく。ブロンスキー、私たちの関係はどうなってしまったの？アンナ、君がそんなに心配する必要はない。ブロンスキーはドリーに、アンナにカレー人との離婚を求めるよう説得するよう頼む。ドリー、アンナにカレー人との離婚を求めるよう説得してほしい。そうすれば、私たちは普通の生活を送れる。わかったわ、ブロンスキー。アンナのためにも。アンナはブロンスキーに対して激しい嫉妬を抱き、彼が少しでも離れると耐えられなくなる。ブロンスキーが地方選挙のために数日間離れると、アンナは彼を離さないために結婚しなければならないと感じる。アンナは再びカレー人に離婚を求める手紙を書く。そして、アンナとブロンスキーは田舎を離れ、モスクワへ向かう。アンナ、準備はできたか？モスクワに向かおう。ええ、ブロンスキー。新しい人生を始めましょう。キティの出産のためにモスクワを訪れたコスチャは、都市の速いペース、高価で軽薄な社会生活にすぐになれる。彼はスティバと一緒に紳士クラブに行き、そこでブロンスキーと出会う。
コスチャとスティバはアンナを訪問する。彼女は空虚な日々を過ごしている。コスチャは最初は不安だったが、アンナの優雅な振る舞いに引き込まれる。コスチャさん、ようこそ。お会いできて嬉しいわ。こちらこそ、アンナさん。お会いできて光栄です。コスチャがアンナを訪問したことをキティに告白すると、彼女は彼がアンナに恋をしたのではないかと疑う。二人は後に和解し、モスクワの社会生活がコスチャに悪影響を与えたことに気づく。どうしてアンナを訪ねたの？彼女に惹かれているの？お願い、もうそんなことはしないで。違う、キティ。ただ話をしただけだ。でも君が心配するのはわかる。君を失いたくない。アンナは若く美しい新妻がいるコスチャを引きつけることができるのに、なぜブロンスキーを引きつけられないのか理解できない。ブロンスキーとの関係はますます緊張し、彼女はモルヒネを使用して眠る習慣に依存している。なぜブロンスキーは私を避けるの？彼を失いたくない。一方、キティは長い難産の末に息子ミーチャを出産する。コスチャは小さく無力な赤ん坊を見て、驚きと深い感動を覚える。アンナはブロンスキーに対してますます嫉妬し、彼が他の女性と関係を持っているのではないかと疑う。彼女は彼の母親の計画に従って、裕福な社交界の女性と結婚するのではないかと考える。あなたは私を裏切っているのね。私はあなたを失いたくないのに、どうしても信じられない。アンナ、そんなことはない。なぜそんな風に考えるんだ？アンナはブロンスキーとの関係に悩み、精神的に不安定な状態に陥る。彼女は助けを求め、ドリーとキティを訪ねるが、心の安らぎを得ることはできず、さらなる混乱と絶望に陥る。ドリーとキティはアンナに、アンナ、本当にどうしたの？何かあったの？私たちが助けてあげるわ。あなたは一人じゃないのよ。本当に感謝しているわ。ただ、何もかもがうまくいかないの。ブロンスキーとの関係も、私の心も。もう何もかもが遅すぎる気がするの。私の心の中の苦しみは誰にもわからないの。ブロンスキーは軍務のために家を離れ、アンナは孤独と不安に苛まれる。彼女はブロンスキーに帰ってくるように電報を送るが返答はなく、絶望に打ちひしがれ、次第に精神的に追い詰められる。これが私の終わり、ブロンスキー、さようなら。アンナ・カレーニナは、絶望の中で列車が近づく線路に飛び込み、その悲劇的な運命に幕を下ろした。アンナの自殺後、ブロンスキーは深い絶望に陥る。彼は戦争に志願し、命を投げ打つ覚悟を決める。アンナ、君のいない世界で生きる意味はない。私は戦場で君を追い求める。カレーニンはアンナの死に深いショックを受けるが、息子セリョージャのために、それからアンナとブロンスキーの娘アニーのために強く生きることを決意する。アンナ、君のために私はこの子たちを守り、育てる。ブロンスキーを含む一団のロシアの志願兵が、トルコに対する正教徒のセルビア反乱を支援するためにロシアを出発する。これはより広くはロト戦争として知られる。ブロンスキーは過去を振り切り、新たな目的に向かって進む。コスチャは伝統的な宗教や信仰に対して懐疑的であり、現実的で物質的な世界に深く根ざした人生を送っていた。農場経営や家族への愛に専念する中で、様々な出来事や人々との対話が、信仰が人生の中でどのような役割を果たすかを理解するようになる。彼は次第に、信仰を通じて内面的な平和を見つけ、家族や周囲の人々との深い絆を築くことができると悟る。人間としての不完全さを受け入れることも学ぶ。
コスチャは信仰に戻ったことで完全な変革が起こらないことに最初は失望するが、最終的には新たに受け入れた信仰をもっても人間であり続け、過ちを犯すことを理解する。信仰があっても、私は人間だ。過ちは犯す。しかし、私の人生は今、正義に向かって意味のあるものになった。アンナとコスチャの対比は、この物語の核心にある。アンナの情熱的な愛と破滅的な結末は、自己中心的な追求の危険性を示し、コスチャの信仰と家族への献身は、内面的な平和と自己発見の重要性を強調している。トルストイは、異なる生き方や価値観を通じて、読者に深い洞察を提供する。アンナ・カレーニナの物語は、愛と苦悩、信仰と自己発見の旅であった。各キャラクターがそれぞれの道を進む中で、彼らは人生の真実と向き合い、自分自身を見つける旅を続ける。誰もが他人の痛みの上に自分の幸福を築いてはいけないことを私たちに呼びかける。愛、家族、信仰、そして自己発見の複雑なテーマが、この物語を通じて探求されている。